あなたは普段どんな動画を見ていますか？遡ることおよそ13年前の2008年、ウクライナで撮影されたある動画が瞬く間に世界中に拡散されました。動画に登場するのは19歳の少年たち。彼らは仲良く歓声を上げながらあることを楽しんでいます。ここまでを聞く限りではよくありがちなホームビデオのようなんですが、この動画を見た人はその光景に戦慄し、中には嘔吐する人もいたんです。一体動画の中の少年たちは楽しそうに何をしていたのか。彼らは人の頭を潰していたんです。殺人の一部始終を動画に残した少年たち。その凄惨な内容に世界中が震え上がりました。そこに映っていたのはもはや人ではなく悪魔だったのです。そう新宿3丁目にある三島由紀夫が言ってた店のご飯美味しいよ、ケンちゃんです。なんてとこ？闇あみかです。なんてとこ？秘密です。なんで？秘密です。だって混んじゃうじゃん。教えてにゃん。本日ねご紹介するのはもうねアルゴメトリーの中でもね本当にねやばい方のねそうなの分類に入るんですけど、ウクライナ21というね、割とね有名なね事件についてねご紹介していきたいと思います。そもそもねこのウクライナ21というのはどんな事件だったのかね早速見ていきたいと思います。弱者を狙った連続殺人。時は14年ほど前の2007年6月26日、ウクライナ東部の都市ドニプロペトロウシク、読みづれんなが今回の舞台。この日、一人の女性の遺体が発見されました。第一発見者はこの女性の母親。帰宅が遅いことを心配し探しに出たところ、変わり果てた娘の姿を見つけたんです。彼女の遺体には見るもおぞましいある特徴がありました。それは原型がわからなくなるほどめちゃくちゃに破壊された頭部。犯人は執拗に彼女の頭を鈍器のようなもので殴り殺害したんです。そのあまりにも無残な現場に言葉を失う警察。しかしその後さらに驚くべき事実が発覚するんです。女性の遺体が発見された現場からほど近い公園で同じく頭部を破壊された男性の遺体が見つかったんです。同じ日に同じような方法で惨殺された2人の遺体。警察は重大な殺人事件として捜査を始めるんです。通り魔？何これ？めちゃくちゃ怖いんだよ。原型がなくなるぐらいね殴って殺すってもうおよそ常人のね理解を超えますよね本当に。事件から5日後の7月1日、再び犯人が動き出しました。新たに2人の遺体が発見されたんです。その遺体は路上で見つかったんですが、体には高価な貴金属がついたまま。警察はこの状況を見て、犯人は快楽殺人犯である可能性が高いとの見方を強めたんです。ですが、この現場の状況だけではなかなか犯人像を絞り込めず、捜査は難航。しかし、そうしている間にも犯人は次なる殺人を犯すんです。なんと今度は一気に3人の被害者が出てしまいます。たった1週間ほどで7人もの人間が次々と殺害される異常事態。マスコミはこの事件の犯人をドニプロペトロウシクの狂人と呼びセンセーショナルに伝えたんです。ところが犯人はそんなマスコミや恐怖に怯える住人たちを嘲笑うかのようにこの後もさらに犯行を重ねていくんです。最初は深夜や明け方にね犯行が行われてたんですけど、次第にね白昼堂々ね行われるようになったんですよね。そうしてね被害者が増えていくにつれて犯人の狡猾さそして異常性が次第に明らかになっていくんです。まるでゲームのように次々に人が殺されていくこの事件。被害者同士に接点は一切なく、犯人は無作為にターゲットを選んでいると思われていました。しかし被害者が増えていくにつれてある一定の法則が見えてきたんです。それは身体的または社会的な弱者ばかりが狙われているということ。被害者は女性や子供、高齢者やホームレスばかりが選ばれていました。このことから犯人は反撃される可能性が低い人物をターゲットにしていたことがわかります。さらにその遺体の多くはただ命を奪われていただけではなく、目を覆いたくなるような拷問をされてから殺されていることが判明したんです。でもこんなさ殺人鬼が外うろうろしてるとかって知ったらさ、絶対外歩けないじゃない。いやそうっすね、街の人々もねもうめちゃくちゃ怖いじゃないですか、もうね外出たくないから、もうだから警察もね一刻も早く犯人を捕まえるべくなんと2000人の捜査員をね導入して大規模な捜査網をね広げていくんです。快楽殺人犯の正体。多くの住民を恐怖に陥れた残忍すぎる連続殺人事件。しかし警察も少しずつ犯人の手がかりをつかみ始めていたんです。実は犯人は一度犯行を失敗していました。それは犯人が自転車に乗っていた2人の男性を襲った時でした。そのうちの1人が犯人の目を盗んで逃げ出すことに成功していたんです。残念ながらもう1人の男性は亡くなってしまったんですが、生き残った被害者の証言によって犯人の男の似顔絵を作ることに成功します。さらに警察がもう一つ大きな手がかりと見ていたのが携帯電話。被害者たちは共通して携帯電話が行方不明になっていたんです。警察は犯人が被
被害者から携帯電話を奪い、それを転売していると予想します。そうして執念の捜査を続けているうちに、似顔絵によく似た男が携帯電話を転売しているという情報をキャッチ。そして最初の犯行からおよそ1ヶ月後の7月23日、ついに犯人が逮捕されるんです。ウクライナ中を恐怖に陥れた連続殺人犯の正体はなんと19歳の少年3人だったんです。シュプルン役、サエンコ、ハンザの3人は小学校から仲のいい幼なじみ。彼らは友達同士で結託して犯行を繰り返していました。それにしてもなぜ彼らはこんなにも残忍な犯行を行ったのか、一体何の目的があったのか、世間は少年たちの証言に注目しました。しかし結局彼らはその後一切犯行動機について語ることはなかったんです。動機も語らないってなんかすっごい不気味なんだよ。いや、そうなんですよね。犯人たちが素直にね、罪を認めなかったということもあり、裁判は長く続いてしまうんです。そんな中、この事件がね、世界中の注目を集めるきっかけとなるね、ある出来事が起こってしまうんです。事態が大きく変わったのは裁判真っ只中の2008年年末のことでした。突如ある一本の動画がインターネットを通じて世界中に拡散されたんです。そこに映っていたのは今回の事件の犯人である少年たち。動画は彼らが被害者の一人を殺害する様子を生々しく記録したものでした。なんで動画が残ってるわけよこれ。実はこれね、犯人の少年が自分のね、携帯でね、撮影してたものなんですよ。撮影できる。犯人の少年たちが逮捕された時、警察は彼らのパソコンやスマホからこれらの殺人動画を発見していました。裁判の証拠としてその存在自体は明かされていたものの、こんな恐ろしい動画が世の中に出回ることは絶対にあってはいけません。では一体誰がこの動画を流出させたのか、詳しくは分かっていないんですが、警察や検察の関係者が流出させた可能性が高いと見られているんです。くしくもこの動画がきっかけで世界中に知られることになったこの事件、日本でもウクライナ21という名前が付けられ注目を集めています。そもそもこれ何のために流出したのよ。誰得っていう話じゃない。もうそもそも誰がやったのかも詳しくはね、うん判明してないんですし、いろいろも仮説でしかないんですけれど、いわゆるグロいみたいな動画をね、好んで見るね、人たちも一定数いるんでね、そういった人たちに向けて公開したのかもしれないとも言われてるんですよね。この少年たちがね、ここまで残酷、そしてね、もう人間的にね、もう下道に走ってしまうのにはね、ある理由があったんです。いじめられていた殺人鬼。殺人動画が拡散されたことで一段と注目を浴びたウクライナ21。犯人である少年たちは一体どんな子供だったのか、それは意外なものでした。彼らはいじめられっ子だったのです。小学3年生の頃、サエンコとハンザは親友でした。それぞれ弁護士と検察官の父を持つ2人は裕福な家庭に育ち、成績も優秀。しかしそんな恵まれすぎた環境があだとなったのか、周囲の友人と馴染むことができず、他の生徒からはいじめられていたんです。そこに一人の転校生が現れました。それが後にこの事件の主犯格となるシュプルン役。彼もまた有名弁護士を父に持つお坊ちゃまでしたが、その甘やかされた環境はすでに彼の性格を大きく歪ませていたんです。内気で引っ込み思案でありながら、キレると喧嘩っ早いという危なっかしい少年だったんです。そんなシュプルン役は自分と同じ裕福な家庭環境でありながら、いじめによって鬱憤を募らせていたサエンコとハンザに目をつけました。シュプルン役はね、サエンコとハンザに自分のね、マイナス面をね、克服するためにね、とある提案をするんです。シュプルン役が学校で居場所のなかったサエンコとハンザに提案したこと、それは動物を虐待することでした。弱いものを攻撃することで自分たちを保つ。常人では理解できないあまりに狂った提案だったんですが、いじめに悩んでいたサエンコとハンザはこの話に乗ってしまうんです。こうしてシュプルン役とつるみ始めたサエンコとハンザの成績はみるみる下がっていきました。だろうな。一旦道を踏み外した彼らはまるで坂を転がるように悪い方へ落ちていきます。その悪行も窃盗、強盗とどんどんエスカレート。そして彼らはとうとう殺人に手を染めたんです。サエンコとハンザに関してはさ、シュプルン役にそそのかされた感じがあるけどさ、それにしてもこんな残酷に殺せるのっていう。どうやらね、2人のね、自尊感情というね、ところにね、問題があったのかもしれないと言われてるんです。というわけで本日のメトラキーワード、自尊感情について。自尊感情とは、自分をきちんと評価し受け入れること、自分の意見をしっかり言えること、人間関係の中でしっかり生活していると感じることなんです。自分の価値を認めることは他人の価値を認めることにもつながり、前向きに生きることができます。いじめによって自分を受け入れてもらえない毎日を過ごしてきたサエンコとハンザは、自尊感情がとても低い状態にあったと考えられます。自尊感情が低い人が起こす行動は様々なんです。その中の一つに、自分よりも弱い立場の者に対して攻撃を行うことで自己を保とうとすることがあります。シュプルン役の誘惑に負け
てしまったのはこのような背景があったからなのではないでしょうか。ちなみに日本は外国に比べて自尊感情が低い子供が多いと言われています。これは謙虚さを美徳とする文化的背景も大きいようなんです。子供の自尊感情を高めるためには親が子供の価値を認め尊重することが一番です。しかしそもそも親の世代の自尊感情も低いため歪みの連鎖が起こっているという問題もあります。私はもう自尊感情めちゃくちゃ高いわ。私大好き。自分大好き。私可愛い。キュン。なんか無理すんなって。少年による連続殺人、そしてその殺人動画の拡散によって世界に大きな衝撃を与えたウクライナ21日。裁判にかけられた少年たちには一体どんな判決が下ったんでしょうか。少年たちの重い罪。犯人の少年たちはそれぞれ裁判にかけられます。しかし彼らはここに来ても反省の色はなく、むしろいかに罪を軽くするかなど最後の悪あがきをしていたんです。主犯格のシュプルン役は最初は罪を認めたものの途中で証言を覆し完全無罪を主張。もう一人の実行犯であるサエンコは弁護士である父親を味方につけ、シュプルン役に脅されてやったという主張を繰り広げました。一方共犯ではありつつも殺人自体には加担していなかったハンザは全面的に罪を認め、少しでも刑が軽くなるように振る舞っていたといいます。そうして3人についに判決が。殺人に関与していなかったハンザは懲役9年、そして21人の殺害に関わったシュプルン役とサエンコに下った判決は無期懲役でした。21人も殺して死刑じゃないの？ウクライナもね、世界的な流れに沿って2000年にね、死刑制度がね、撤廃されてるんです。ただね、今回のね、事件の内容を鑑みて、ちょっと判決甘いんじゃねえのみたいなところは、世間からね、もう声が上がってるんです。つまり死刑がね、妥当だっていうね、世論のね、流れもあったんですよ、ウクライナ国内では。死刑制度のあり方について一石を投じたウクライナ21。しかし世の中へ与えた影響はそれだけではありません。この事件はスナッフフィルム、つまり娯楽のために流通する殺人動画が実際に存在することを世間に知らしめるきっかけになったんです。それまでは都市伝説のような存在であったものが現実のものとなり、多くの人の目に触れてしまいました。その結果、この動画に影響された模倣事件も実際に起こっているんです。自分を大切にできなかったばかりに人間としての心まで失ってしまった少年たち。そんな彼らに周囲の誰かが早く気づいていれば、ここまで残忍な事件は起きなかったのかもしれません。